今回は水銀灯のリップをグロスに塗るよ。使う道具はタミヤエナメル塗料の X22 クリアーと X20 エナメル溶剤を用意します。エナメル溶剤を混ぜる適当なお皿を用意してね。リップを塗る筆、今回は造形村青の7番を使うよ。失敗した時のために綿棒を数本用意してね。初めて塗料を塗ったり筆を使う2期は事前に練習をしよう。ペットボトルのキャップとか適当なものに塗るだけでも十分練習できるので、水銀灯のお迎え待ち期間に練習しておけば自信がつくのでおすすめだよ。クリアーの量は筆を1回浸したぐらいで OK だよ。エナメル溶剤は何回か取って1対1ぐらいの量がちょうど良いよ。クリアーの原液をそのまま塗ると濃すぎてムラになりやすいから薄めて塗るんだよ。こんな感じで混ぜてね。全然見えてないけどキャップの縁を水銀灯の唇だと思って塗る練習をするんだよ。ムラにならないよう塗ったりはみ出さないように塗ったりいろいろな塗り方を練習してみよう。3回塗り重ねるんだけど乾燥しないと塗り重ねられないから、本番では丸1日乾燥させるけど練習なら数時間乾かして重ね塗りの練習をするといいよ。2次受注の2期なら最低でも3ヶ月あるからみっちり練習すればきっとプロ並みになれるよ。練習でわからないことがあったら私の X に DM を送るかマシュマロに質問を送ってくれれば何でも回答するよ。前置きが長すぎたぜ。これからが本番だ。X22 クリアーに筆を1回から2回浸してお皿に取り分けるよ。X20 エナメル溶剤に筆を数回浸してお皿に取り分けるよ。よく混ぜよう。きれいに塗るコツは絵の具を薄くして3回ぐらいに分けて塗り重ねるんだよ。本番だけど心の準備はできてるか？失敗してもエナメル溶剤で拭き取れるから思い切って描いていこう。唇の内側からはみ出さないように塗っていこう。内側を塗ったら唇の縁に沿って塗ってくよ。絵の具の乾燥が早いからあまりゆっくり塗ってると絵の具がムラになりやすくなるよ。焦らず少しずつ塗っていこう。下唇も内側から塗っていくよ。濡れたら念のため1日乾燥させるよ。はみ出した場合は綿棒にエナメル溶剤を染み込ませて拭いてあげるときれいに拭き取れるよ。なるべく顔のメイクには触れないように気をつけよう。この時綿棒を強く押し付けてこするとメイクが剥がれてしまう可能性があるから優しく撫でるように拭き取ってね。エナメル塗料が残っている場合はもう一度拭いてみてね。2日目も同じように塗り重ねていくよ。内側も忘れずに塗ろう。口の中は見えないので塗らなくても OK だよ。広角も塗っているドールが多いので塗るか塗らないか決めましょう。塗った部分は乾燥してきているので塗り重ねるとムラが出やすいので注意しよう。塗り重ねたい時は乾燥してから塗ると安全だよ。乾燥中はホコリがつきやすいので100均などのケースをかぶせるとホコリがつきにくくできるよ。エナメル塗料がついたままだと筆がカチカチになってしまうので溶剤で塗料をよく落としてから保管しよう。万が一筆先がカチカチになった場合は溶剤に1分ぐらい浸して硬かったらさらに1分浸すよ。ある程度柔らかくなったら指で揉んでほぐしてあげると筆先が復活するよ。3回目も全く同じ内容だから早送りするよ。縁はきれいに塗ってあげて乾燥させよう。最後の仕上げだ。塗り残しがないように気をつけよう。3回目の乾燥も完了したよ。マットリップがこんなにツヤツヤテカテカなグロスリップになりました。練習すれば誰でもこんなツヤツヤなグロスリップにリメイクできるので、ぜひ練習してチャレンジしてみてね。もちろん自己責任だけどね。ご視聴ありがとう。またね、バイバイ。